50円でリサイクルショップで買ってきた羽織です。かぶって着るようなトップスに日本人に一番似合う。はい、こんにちは、かーちゃんです。今日はまずこの羽織をご覧ください。これは先日50円でリサイクルショップで買ってきた羽織です。ちょっと横に飛び出た繊維があったので燃やしてみたら、きちんと本物の絹でできた羽織でした。襟元もね、着てみた感じもとっても綺麗なので、この綺麗な形を生かしたものを作ろうと思っています。はい、こんにちは、かーちゃんです。ちょっと今日はオズが過剰グルーミングをしちゃって、こんなエリザベスカラーにね、つけてるのね。ちょっと療養中なんですけど、今日はこのリサイクルショップで買った羽織、とっても素敵なこれを、トップスに上からこうパスッとかぶって着るようなトップスに変えようかなと思います。で、最初はこれを切ってやっていこうかなと思ったんですけど、じゃあかもしれないですね。最初はこれを切ってやっていこうかなと思ったんですけど、この柄の感じ、後ろも含めてとても綺麗に仕上がっているので、なるべくこの形を崩さないままこう気軽に羽織れる、上からスポッとかぶれるトップスにしていこうと思います。やり方としては、この襟の部分、ここをこう縫い合わせて、これはミシン目が出ない方が多分綺麗だと思うので、ここを手縫いで縫い合わせて、あとは裾の部分にこのゴムをつけて、ちょっとこうブラウジングできるようにして、もうこのままなるべく羽織の形を生かして着られるものを作ろうと思います。ちなみにこれはなんとリサイクルショップでちゃんと羽織紐もついてるんですけど、50円で買いました。50, 50円でいいのかなって感じですけど、きっとすごく素敵なトップスが仕上がると思います。じゃあ早速やっていきます、ね、はい。では、この裾の方から縫っていきます。ほんの少しだけこう重ねて、この重ねたところを表からこう見えないようにこう縫っていくっていう風にします。一応この手縫い用の絹の糸があったので、これで、手縫いをしていきます。羽織を裏返して今待ち針をこう打ったところです。これ今羽織紐をつけてますけども、印のためにちょっとつけてあるだけで、後でこれは取ります。こんな感じで、合わせたところを、ここは着た時 V ネックになるようにして、ちょっと頭が通る大きさで縫い留めないと、縫い終わらないといけないので、胸元がもしかしたら開きすぎかもしれないので、その場合はここにカギホックをつけて、着た後でここを留められるようにしようと思います。じゃあ、あとはこれを手縫いで縫い付けていきます。もう簡単に並縫いで、最初と終わりだけ、返し縫いをして、こう並縫いがスルスルスルって万が一にもほどけないように、最初と最後だけ返し縫いをして、あとは並縫いで縫っていこうと思います。
の真ん中の前の部分を縫い終わりました。ここ手縫いで並縫いで表にあんまり、縫い目が見えないように気をつけながら縫って、でこの一番上の部分、ここは鍵ホックをつけようかなって言ってたんですけど、鍵ホックだとこうかぶってきた時に髪の毛にこう引っかかったりとかしちゃうので、鍵ホックじゃなくてこんな感じでゴムを縫い付けました。でちょっと伸縮こうするので、かぶって着る時にスポンとかぶれて、で着た後はあんまりここが開きすぎないようにこう裏側のゴムで押さえてる、空きを押さえてるっていう感じになります。でこの後はこのサイドの部分にこのゴムを縫い付けていきます。でそのゴムを縫い付けることで少しこう両側にギャザーをこう寄せて、着た時にこうちょっとくるっとブラウジングしていい感じに、ちょっとカジュアルな感じになるようにゴムを縫い付けていきます。で完成になります。はい、じゃあ羽織の脇の部分にゴムをつけていこうと思います。今だいたいこう折ってですね、だいたい10センチくらい、これはもう感覚です。10センチくらいのところだから両方で20センチですね。ここにこうゴムを縫い付けていこうと思います。ちょっとこう引っ張って、真ん中がここで、両側をこうギュッと引っ張って縫い付けながら、ギュッと引っ張りながら縫い付けていくと、こう仕上がった時にクシュ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 っとこうなるので、両側にそれをやって完成になります。ここは引っ張りながらザクザクっと縫って、表にはね見えない部分なので、ここはもう大雑把に、要するにこのサイドがクシュクシュっとこうたぐまっていればいいので、そんな感じであんまり縫い目の綺麗さとか気にせず、ただこうちゃんとここを引っ張って縫うということだけを念頭にやっていったらいいかなと思います。こんな感じでたぐまるようになります。はい、手縫いでザザザッとですけど、こんな感じでちょっとバルーンっぽい感じで仕上がりました。これでね、多分着た時にこうちょっと裾を入れると、なんかカジュアルな感じで後ろ側を見てもらってもこうカジュアルな感じで、ちょっとこう着物風ブラウスって感じで着れるようになったと思います。ちょっとこれをどんな感じになるか実際着てみようと思います。はい、まずはデニムと合わせてみましたが、どうでしょうか。ちょっと首元が寂しい気もするので、半襟とかね縫い付けたらもっと様になるかもしれないなと思いました。ただこれどうですか、なんか総シルクのブラウスって考えたら50円で総シルクのブラウスってちょっと価格破壊もいいところだと思いますけども、なんか古い羽織ってね、着物に比べて欲しい人が本当に少ないんだと思うんですよね。それで50円っていう価格で長売りされてると思うんですけど、でサイズもね結構小さいことが多いと思うんですけど、こういう着方をするのであればサイズが小さくてもむしろもうちょっと洋服っぽい感じに仕上がるかもしれないので、羽織をこう生かす新しい可能性としてこういう形のブラウスを作るのはすごくいいんじゃないかなと思います。
これは、中にノースリーブのロングワンピースを着て上からカポッとかぶった感じです。それとか、海外旅行に着物を着たいっていう方もいると思うんですけど、海外旅行先にね着物を持っていくのはすごく大変だと思うんですけど、こういう形であれば、例えばちょっとしたお食事とか舞台見に行ったりとかね、そういう時にもこの日本ならではの日本人に一番似合う形のおしゃれっていうのが結構気軽にできるんじゃないかなと思います。これはユニクロで何年か前に買ったユニクロのワイドパンツに、同系色のスカーフを合わせてみました。ちょっとね秋口の感じのスタイリング。はい、というわけで今回は羽織をブラウスに作り変える試みをしてみました。また次回の動画でお会いしましょう。